防犯上あまりよろしくないのでね、近場の空き家を解体してしまいたいと思います。パート42ですね。今回は養殖場を作っていきたいと思います。この海に面した広い場所ですね。そこそこ広い土地が空いているので、ここに昆布の養殖場を作っていきたいと思います。海底神殿の時にね、お話しした、自動回収装置もね、合わせて作っていきたいと思います。早速沖合に行きましょう。沖合にある養殖場は赤ちゃんの昆布が大きくなるための場所ですね。本養成と呼ばれる過程で使われる養殖場になります。天然の昆布は地面から成長していくんですが、養殖の昆布はロープからね、地面に向かって伸びていくんですよね。で、そのロープを張ってある場所がこの養殖場になります。他の生き物の養殖場と違って昆布はね、足場がない養殖場なので、この軸になる柱と柱の間にロープを通して作っていきたいと思います。早速ロープを引いていきましょう。このロープにね、本来であれば昆布の赤ちゃんがいて、下に伸びていく、そんなイメージですね。昆布を植えていきます。下から成長してしまうんですけどね、ロープにくっついた段階でロープから伸びてるように見えればいいかなと思います。こんな感じですかね。これで大きくなるのを待って、この上のねロープに紐づいてくれればいいかなって思います。というわけで陸上の施設に移りましょう。陸上に戻っていきました。早速この広い土地ですね。この広い土地に、基礎を作っていきたいと思います。赤ちゃんを養成する場所は一段上げて作りたいと思います。基礎は丸石ですね。丸石で基礎を作っていきます。はい、柱と基礎が出来上がりましたね。というわけで床を張り替えていきたいと思います。床は石ですね。石を使って作っていきます。昆布を水揚げしたりとか、そういった場所になりますね。他の養殖と違って沖合で最終的に育成されるので、船でね巻き上げて刈り取る必要がありますね。石の床が出来上がりました。はい、というわけで、この海に面した先端の部分ですね。先端の部分に桟橋を作りたいと思います。桟橋はアカシアの木ですね。アカシアの木で、桟橋を作っていきましょう。床が一面出来上がりましたね。昆布の赤ちゃんを養成する場所を作っていきたいと思います。と言ってもここは、実質は昆布の自動回収装置を置く場所になります。というわけで、赤ちゃんをね培養しているように見えながら、自動回収できるようなそんな場所にしたいと思います。まずは自動回収用に深くここを掘っていきたいと思います。周りのね壁とか作りながら掘っていきたいので、4マスぐらい幅を取って深さ5マス分掘っていきたいと思います。いやスコップあるんですけどね、この緑がついたまんまが嫌なのでね、どうしても未だに手で掘ってしまいますね。
個マス掘り下げましたね。というわけで、この床の部分を砂利に変えていきたいと思います。昆布を植えるのにね、砂利の上に植えたいなと思うので、まずはこの部分を砂利に敷き換えます。はい、こんな感じですね。そしたら周りを明るく照らすためにシーランタンを置いていきましょう。このシーランタンの上に壁が出来上がるイメージですね。ここに昆布が入って周りを壁で囲われる、そんな感じですかね。というわけで壁を作りたいんですが、今回は水色のコンクリートで壁を作っていきたいと思います。早速砂漠の村に戻りましょう。まずは染料を作っていきたいと思います。水色の染料を作るには緑と青の染料が必要になりますね。まずはサボテンを焼くことで緑の染料を作ります。焼いてる間に青の染料を作りましょう。青はラピスラズリですね。ラピスラズリを使って青の染料を作ります。1個できてますね。早速水色の染料を作ってみましょう。はい、できますね。この水色の染料に砂と砂利を合わせることでコンクリートパウダーができますね。まずはこれをワンスタック作っていきましょうかね。これでワンスタックできそうですね。そしたらこのパウダーを持って泥製造機に向かいたいと思います。コンクリートパウダーは水に触れることでコンクリートになります。こんな感じですね。これでコンクリートが出来上がります。この取水口を使って作ってもいいんですが、せっかく泥製造機でコンクリートも作れるのでね、泥を押し出す形でコンクリートを作っていきましょう。ここにパウダーを置くことで水にね触れてコンクリートが出来上がります。早速並べていきましょうと言いたいところですが、ここに刈り取る装置を作りたいと思います。なので、壁の裏側にピストンをね、粘着ピストンを置いていきます。まずは1マス削りましょう。この部分に粘着ピストンを並べていきます。でコンクリートをね並べることで、はい、これで刈り取り装置ですね。こちら側にも作ってしまいたいと思います。ピストンの上も1マス広げていきます。このピストンの上にレッドストーンパウダーを置くことで信号を伝えることができますね。この土が嫌なので石に変えていきたいと思います。今回壁の裏側にレッドストーンパウダーを張り巡らせるのでね、できるだけ石とかそういったもので、作っていきたいと思います。レッドストーンパウダーを置いていきたいと思います。1回の振動で全てのピストンを作動させたいので、反対側にもレッドストーンパウダーを置いてつなげていきたいと思います。レッドストーンの信号は15マスまでしか届きません。というわけで、この反復装置を使ってさらに15マス先に信号が届くようにしたいと思います。水を張って昆布をね植えていってしまいたいと思います。まずは無限水源を作っていきましょう。昆布を植えていきましょう。今回は 2×7 なんで14個の昆布ですね。
レッドストーンパウダーを置いた場所の前ですね。前の部分にも壁を張っていきたいと思います。はい、もう一段上には観察者を置いていきます。観察者の作り方とか特徴とかはね、危ない。裏側から置きましょう。特徴なんかは、灯台を作るの回で説明しているのでね、よかったらそちらをご覧いただければなと思います。向こう側に向けて観察者を置きます。で、ここのね、赤いところから信号が出るので、信号を受け取るブロックを置いておきましょう。はい、こんな感じで、あと2つ置いていきます。観察者から出た信号をピストンを動かすレッドストーンパウダーに結んでいきたいと思います。全部つながりましたね。そしたら試しに動かしてみましょう。はい、動きましたね。観察者の前のブロックに変化があるとピストンが動く、そんな機能になっています。観察者を置いた段の一段上にも壁を積み上げていきましょう。これで観察者の前に昆布が成長してくるとピストンが刈り取ってくれる、そんな機構が出来上がりました。で、コンクリートパウダーがなくなってしまったんでね、作っていきましょう。パウダーのままですが、いずれ水に触れるのでね、このままでいいでしょう。というわけで、回収する装置を作っていきたいと思います。こちら側の部屋でね、回収したいなと思うので、こちら側の部屋につながるように、ホッパーを並べていきたいと思います。この向きですね。石にして正解ですね。やっぱり土ってちょっと気になりますよね。というわけで、ホッパーの裏側にも壁を作っていきたいと思います。反対側には壁ですね。水色のコンクリートを置いていきましょう。パウダーですけどね。海底神殿と同じように手動でも動くようにしたいと思います。ここをハーフにすることでレッドストーンの信号を一段上に上げることができますね。この石の信号を下に伝えることがこれでできるようになったので、石の上にボタンを置きたいと思います。試してみましょう。動いてますね。回収する部分以外は出来上がったので、この高さまで全て埋めてしまいましょう。ホッパーに水を流して回収したいので、ホッパーの手前側にハーフブロックを置いていきます。こちら側も囲ってしまいましょう。これでホッパーに水を流す準備ができました。というわけで補助ブロックを使ってね、水を流していきたいと思います。これで流れない場合はですね、ホッパーの上を石で塞ぎましょう。こちら側に水流が流れるようになりましたね。そしたら一列すべてこちら側に流れが向くように水を置いていきたいと思います。石を削っていきましょう。
ちゃんと流れてますね。そしたら補助のブロックも取っていきたいと思います。このままだとこの補助ブロックを置いた部分がね浮いてこなくなってしまうので、もう一回水源を作ってあげたいと思います。ここにね水を入れてあげると水源化しますね。はい、これで回収部分も完成ですね。最後に水槽の枠を作って完成にしたいと思います。これはあれですね、養殖昆布を作っている会社さんの培養施設っていうんですかね、それをモデルにしていますね。赤ちゃん昆布を育てる施設もできたので、柱を立てていきたいと思います。今回は4つの高さですね。いつも通りですね。で今回の建物は 7×7 の建物の集合体になってます。まずはその 7×7 の柱をすべてつないでいきたいと思います。昆布を育てる場所ですね。ここは幅が9マスになってますね。で、一段高いんですよね。なので、ここだけちょっと別で作っていきたいと思います。ちょっと横の柱が長いんでね、1本、こうなっちゃうんですね。はい。1本支えを入れていきたいと思います。骨組みが出来上がりました。雨が降ってきちゃいましたね。屋根を作っていきたいと思います。今回は頭皮の階段ですね。縁に頭皮の階段を使います。屋根の形はアーチ状ですね。アーチを作っていきたいと思います。1段目の裏打ちした階段の上にはハーフで高さを上げていきたいと思います。よっと。こちら側からも高さを上げていきましょう。この2段目をハーフブロックで上げていきます。間の3マスは同じ高さでつなげちゃいましょう。はい、アーチ型の屋根ができましたね。この昆布を育てる施設は幅が2マス大きいんでね、アーチもちょっと緩やかに作っていきたいと思います。先ほどと違って2段目も階段で高さを上げていきましょう。で、3段目からハーフブロックで1段上げていきたいと思います。今日ダメですね。真ん中の矢切の部分にはアカシアの木材を使います。少しだけね、通気口を作りたいと思います。反対側の矢切も作ってしまいましょう。ここが高さが違う屋根が重なる部分なんですよね。なのでまずは低い部分から作っていきたいと思います。まずは7マス幅の屋根ですね。
裏打ちはせずに屋根を作っていきましょう。ここは見えちゃうんで埋めましょうかね。こんな感じですかね。9マス幅の屋根を上に作っていきます。反対側と同じように裏打ちをして作っていきます。この重なった屋根は道具屋でも作ってますよね。幅とかを調整しないと難しいんですが、今回は基礎の高さも違うんでね、なかなか難しい重なり屋根になってますね。同じ高さで同じ形の屋根はぜひ道具屋さんの回を参考にしてみてください。はい、こんな感じで屋根が重なりました。というわけで、あとはこの縁のね、頭皮の屋根をアカシアの木材で埋めていくだけなので、一気に屋根を作っていってしまいたいと思います。今回作ったような複合屋根っていうんですかね、段違いの屋根は同じ高さだと4マス差をつけないとできないんですよね。なので今回は1段段差がある分2マスの差で作ることができています。ただ両方ともアーチ型なんでね、7マス幅と9マス幅のアーチが微妙に角度が違うのでね、またちょっと違った雰囲気が出せてるんじゃないかなと思います。屋根が完成しました。というわけで天井も張っていきましょう。ハーフブロックを埋めていきます。ここは床ができてないですね。床も一緒に作っていきたいと思います。ここは居室にしたいんでね、丸石とアカシアで作っていきましょう。天井ができたので壁を作っていきます。階段を使った壁と普通の壁を組み合わせて作っていきましょう。外装も整えていきます。内装を作っていきましょう。窓は駅と同じ形にしていきます。窓をこのままにしておくと小さい子たちが入ってこれちゃうんで、トラップドアをつけていきたいと思います。お城の窓によく使われる手法ですね。いつかお城も作りたいですね。
職業ブロックの樽を置いていきたいと思います。これで就職した村人をね、2人ほどこの家に連れて行きたいと思います。早速就職しましたね。パート42、養殖場を作る。いかがだったでしょうか。本養成をするこの沖合の養殖場もすっかり昆布が伸びてね、いい雰囲気を出していますね。はい。で、今後はここで昆布がね、製造できるようになったので、燃料やね、食料にも困らない、状況が作れたかなと思います。農業中心の村を作っていこうとは思っていますが、ここを中心にね、あと数回村を開発していければなと思っていますので、これからもぜひ楽しみにしていただければなと思います。本当はもう少し日を明けて作る予定だったんですが、ちょうど配信にかぶりそうだったんですよね。で、配信でネタバレするのもちょっと嫌だなと思ったので、少し早めですが、動画を投稿させていただきました。パート42、養殖場を作る。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。